おっと、ここでスピッターと中型スピッターがやってきました。しばらく待っているとロボットが材料を運んできてくれます。再現性あり、ファクトリオスペースエイジを攻略パート8。今回も前回に引き続き視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第4弾、誰でもモッドなしデフォルト設定でファクトリオスペースエイジを攻略する方法について解説します。前回の動画を振り返ると、大きなロボットネットワークを構築して長期間の発電所を一気に2倍に拡張して精錬所も2倍に拡張しました。今回はこの続編ということで、青基板や軽量化素材の工場を建築してロケットを打ち上げました。ということで今回がこの長いシリーズの最終話です。ここだけ見たいという方は概要欄の目次をクリックしてください。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、新たな鉱床の開拓。2倍に拡大した精錬所に鉄鉱石と銅鉱石を搬入するため新たな鉱床を開拓します。まずは鉄鉱石の鉱床を開拓します。こんな感じで既設の電動掘削機のラインをシフトを押しながらコピーして新たな鉄鉱石の鉱床にダダダと貼り付けします。今後もたくさん使うのでクイックスロットバーに入れておきましょう。分配器も既設の電動掘削機からコピーして新たに設置した鉱床の電動掘削機の上に貼り付けしましょう。この鉱床は少し小さめなので搬送ベルトは3円で敷設します。細かいところはこんな感じで調整しておきます。鉄鉱石のレーンは全部で6レーン必要なので搬送ベルトを2レーン追加します。先ほどと同様に細かいところは個別に調整をします。2つの鉱床の採掘量に偏りが出ないようにこんな感じで4連バランサーを設置しておくと生産量を安定させられるのでおすすめです。最後に精錬所に鉄鉱石を流し込む搬送ベルトを設置して完成です。おっと、ここでスピッターと中型スピッターがやってきました。侵入してきたスピッターは地雷を設置して破壊しておきます。おそらくまた同じ方向からスピッターたちが攻め込んでくると思いますので、こんな感じで地雷の壁を設置しておくことにしました。次は銅鉱石の鉱床を開拓します。先ほどと手順は同様で、まず電動掘削機をダダダダッと並べます。次に4連バランサーをセットして搬送ベルトを敷設して既存の4連バランサーに接続します。今回は既存の搬送ベルトを4レーンに拡大する工事を行うことにしました。建設ロボットたちが搬送ベルトを持ってきてくれるので、これだけの規模の工場もあっという間に出来上がります。最後に微調整をした上で精錬所に搬送ベルトを引き込めば完成です。チャプター2、電子基板の工場と鋼材の精錬所の増設。鉄板と銅板の生産が始まりましたので、まずは電子基板の工場を増設します。まず既存の電子基板工場をコピーします。次にこんな感じで貼り付けします。アップグレードプランナーを選択して右クリックを押しながらドラッグすると高速搬送ベルトを搬送ベルトにダウングレードできます。V キーで上下の向きを反対にして上側部分にももう一つ電子基板工場を建設します。少し待つと建設ロボットが建設してくれます。残った4レーンの石の炉を鋼材の精錬所にしていきます。鉄鉱石の搬送ベルトが足りないので、また新たな鉄鉱石の鉱床を開拓です。マップの左側に鉄鉱石の鉱床を見つけました。これまでと同様電動掘削機を建設して4連のバランサーを作って搬送ベルトを引いてきます。工場の範囲が大きくなってきたので充電切れで引き返す建設ロボットが出てきましたが、戻ってくるのを気長に待ちましょう。ロケットサイロの製作に
大量の鋼材を使いますのでバッファーを作って保管しておきましょう。これで青木板と軽量化素材の材料の準備が整いました。チャプター3、ロケット部品の材料の生産工場。現時点で総プレイ時間はなんと13時間半。心折れそうになっている方もいらっしゃるかもしれませんが、ロケット打ち上げまであと少しです。一緒に最後まで頑張りましょう。これからロケット部品の3つの材料を生産するための工場を建設します。まずあらかじめ用意しておいたブループリントをこんな感じで貼り付けます。これらの工場のレイアウト方法はショート動画で解説しています。もしよろしければご覧ください。プラスチック棒の生産工場を忘れていましたので拠点からコピーして持ってきます。あとはひたすら搬送ベルトでつないでいきます。ここからとっても早送りをしていきます。プラスチック棒の生産に必要な石炭は精錬所から取ってくるのがポイントです。私は地下ベルトを上手に使ってまっすぐに搬送ベルトを敷くのが好みです。完成した生産ラインはこんな感じです。最後に石油ガス、硫酸、軽油のパイプラインを敷設します。地下パイプはこんな感じで縦と横を揃えるとすっきりした見た目になって分かりやすいのでおすすめです。すべての流体が組み立て機に運び込まれるとこのように生産が始まります。チャプター4、ロケットサイロの作成。ナウビス最後の大仕事、ロケットサイロを作ります。これから足りない材料のコンクリートの生産ラインを作ります。まず一連の生産ラインの搬送ベルトを左右に延長します。また分配器と地下ベルトをこんな感じでレイアウト。地下ベルトを H キーで左右逆転させて鉄鉱石を片側だけに流します。次にそのまま流用できそうな生産ラインを探します。今回は地雷の生産ラインが良さそうだったのでシフトを押しながらコピー。パラメーターをコンクリートに変更します。コンクリートは製造時間が重量と長いので2セット8台の組み立て機を設置しました。最後にパイプラインを敷設して水を引っ張ってくれば完成です。コンクリートはロケットサイロの材料となるほか、ウラン鉱石を生成してウラン235などを作るための遠心分離機やとんでもないエネルギーを小さな設備で生み出す原子炉などの材料としてたくさん使いますので作れるだけ作っても損はないです。これで必要な準備が整いましたのでロケットサイロの製作を始めましょう。まず組み立て機を設置してロケットサイロにレシピ設定します。次に材料のスロットにマウスオーバーしてQキーを押して必要な材料を左クリックで指定します。しばらく待っているとロボットが材料を運んできてくれます。材料の投入が終わりロケットサイロが出来上がったらロケットサイロをゴーストで設置。組み立て機のロケットサイロを右クリックすると建設ロボットがロケットサイロを建設します。ちなみにロケットサイロにはモジュールを4枚させるので生産性モジュールを満載すればコストの大きな青木板などの材料を 16% も節約できます。これで発射準備は完了。あとはロケットサイロがロケット部品を100個作るのを待つだけですとワクワクしていたのですが、銅板の生産量不足で軽量化素材が生産されていませんでした。チャプター5、最後の銅板製造工場の拡大。足りない銅板を生産するため新たな工場を開拓します。マップを確認してみると次に近い工場がこんなに遠くにあります。まずはこんな感じでこの工場までロボステーションを拡大します。手で設置した地雷は建築の妨げになるのであらかじめ切り取っておくのがいいです。右下部分と右上部分のバイターの巣の上を建設ロボットが通過しないようにイメージしながら設置しましょう。建設ロボットが一生懸命
ロボステーションを拡大してくれています。ここでアクシデント発生。右上部分のバイターの巣に近づきすぎてしまいました。建設ロボットが撃ち落とされています。でも慌てる必要はありません。地雷をバイターの巣の周りに設置すれば多少の犠牲は伴いますが、アームもろとも駆除できます。ここにも念のため地雷の壁を張っておくことにしました。ロボットネットワークを同鉱石の交渉まで広げることができたので、掘削場の建設を始めます。交渉の拡張工事はこれまでと一緒です。電動掘削機をずらっと並べて4連バランサーを設置して、あとは搬送ベルトを拠点に向かってとにかく引いて引きまくります。最後に銅鉱石を銅板に精錬するための石の炉を設置して完成です。鋼材も不足するといけないので念のため設置しています。石炭が不足しそうだったので石炭のラインも新たに引っ張ってきました。あとはこれを軽量化素材の生産ラインにつなげれば完成です。銅板の生産が始まり、銅板が軽量化素材の生産ラインに運ばれ、軽量化素材が安定して生産できるようになりました。チャプター6ロケットの打ち上げ。さあ15時間の長い戦いでしたが、これでフィナーレです。今回は打ち上げるものがないので生魚をロケットに積み込みます。湖から生魚をゲットしてロケットにゴーストで積み込みます。しばらく待つと建設ロボットが積み込んでくれますので、ロケットサイロを開いて貨物を配送するをクリックするとロケットが発射されます。これでこのシリーズは完結です。全部で8パートの長い動画でしたが、皆さん最後までご覧いただき誠にありがとうございました。もしこの続きも見たいという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。グレバやアクイロなど別の惑星の攻略方法も解説したいと思います。この動画でお知らせできなかったテクニックはショート動画でもご紹介しています。もしよろしければ再生リストからご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。